こんにちは。今回はジークワクスのバックパックを改造していきたいと思います。まずはバックパック中間部分のパーツを改造していきます。はじめにジョイント部分を切り取りスペースを作ります。先細ニッパーを使用してジョイントに切れ込みを入れます。通所のプラ用ニッパーを使用してジョイントを切り取っていきます。ニッパーを使用して切り取りきれない部分はリューターを使用して削ります。反対側のパーツにあるジョイントも同じ手順で取り除きます。ジークワクスを組み立てる際に出たランナーを用意します。ランナーの太い部分を切り出します。太いランナーはだいたい 3mm なのかな。切り出したランナーをポリキャップに差し込みます。今回使用するポリキャップは以前作成したプラモデルで使わなかった余りになります。ポリキャップについている出っ張りを切り取ります。このような感じでポリキャップをパーツに仕込みたいと思います。ポリキャップが大きくパーツの内部に収まらないのでリューターを使用してポリキャップを削り小さくしていきます。荒れた表面を紙やすりできれいにします。エポキシパテを用意します。パーツの内部にパテを盛ります。パテにポリキャップを押し付け固定します。ランナーが穴からまっすぐ出ていることが確認できたらポリキャップからランナーを外します。もう片方も同じ手順でポリキャップを固定します。パーツの合わせ目を消していきます。合わせ目消しに使用したのは流し込み接着剤です。合わせ目に接着剤を流し込み少々時間を置いてパーツを貼り合わせます。パーツを貼り合わせた後は接着剤が乾燥するまで触らずに置いておきましょう。最低でも1日長くて1週間接着剤を乾燥させます。接着剤が乾燥したら合わせ目からはみ出ているプラスチックを削ります。合わせ目からはみ出ているプラスチックを削り終わったらバックパックの黒色部分の改造は終わりになります。続いてバックパック先端部分の改造を行います。はじめにパーツについている軸をニッパーで切り取ります。パーツの軸があった部分にピンバイスを使用して穴を開けます。開ける穴の大きさは 3mm です。針を紙やすりで削ります。エポキシパテをパーツに盛り付けます。ピンバイスで開けた穴にランナーを差し込みます。エポキシパテが接着剤の代わりになりランナーを固定してくれます。反対側のパーツについている軸を切り取ります。
合わせ目消しを行います。作業手順は先ほどと同じになります。この合わせ目消し作業が終了したらバックパック先端の改造作業は終わりになります。最後に根元部分の改造を行います。まずはニッパーでパーツの軸を切り取ります。軸があった部分の中心に毛書き針で傷をつけます。毛書き針の傷を目印にしてピンバイスで穴を開けます。開ける穴の大きさは3ミリです。針を紙やすりで削ります。合わせ目を消していきます。はじめに改造したパーツにランナーを差し込みます。ランナーを適当な長さに切ります。改造したパーツを組み立てていきます。このポリキャップを仕込む改造を行うことで時間が経過した後でもパーツがゆるゆるにならないと思います。イージーガンダムなどはいつの間にか関節がゆるゆるになっていてまっすぐ立たせることも難しくなります。この改造はその予防ですね。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降もジークアクスの作業動画を投稿していくのでチャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。ではさようなら。Are you listening?